ここにオレオのゴミとかね。はい、皆さんこんにちは。車の大自然カカシルピーです。今回は12月ということもあって大掃除編っていうのかな、がっつり洗っていこうかなと思っています。実は車をね納車してから1回も洗ったことがありませんっていう方から車をお借りしましたので、内装外装ね両方がっつりやっていこうかなと。その中で僕がおすすめする洗車用品だったりツール、こういうのがあるといいよみたいな、皆さんがね年末とかに車をがっつり洗いたいなと思った時に参考になるような動画になればいいかなと思っております。一応ね内装外装足回りみたいな感じで分けようかなと思ってます。まだね決めてはいないんですが、一旦今回は内装編全部詰め込むといろいろね情報量も多くなっちゃうので、内装外装分けつつその中で足回りがあるのかみたいな感じで動画の方を撮っていきたいなと思います。この場所ねいつも撮ってるとこと同じ空間なんですが、この部屋も片付けてていつも使ってるそのテーブルごちゃごちゃしてるので棚の前で撮ってるんですが、実はこっちにもねこんな感じで洗車用品あります。でこれ以外にもね向こうにもあったりしていつかお見せできたらいいかなとは思っております。とりあえず今回は大掃除編ということで内装からやっていこうかなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。お知らせです。現在 YouTube と連動した洗車用品総合オンラインショップを準備中です。そこでまだサイトの名前が決まっておりません。ぜひ皆さんからサイト名のアイディアをいただきたいなと思っております。採用された方にはそのサイトで使えるクーポン券を配布させていただきたいなと思っております。応募方法は概要欄に記載しておきます。私にアイディアをください。はい、そしたら外にやってきました。 N ボックスですね。いい感じですね。うわこっち側とかすごいホイールとかね、その辺もかなり汚れてるので、もう素材としてはもう最高すぎますよ。大掃除編にもってこい。いいですね。真横からだとこんな感じですね。めちゃめちゃ汚れてます。ボディねすごいね、いいね。今回内装なので早速ねやっていきたいんですが、時間としてはどれぐらいかかるだろうな。3時間ぐらいで終わればいいかなとは思っております。そこら辺もねどれぐらい時間がかかるのか、外装とかもどこまでやるかなんだけど、がっつりやるとほんと1日2日かかってしまうので、今回はがっつり編なのでじっくりね時間をかけてやりつつ、時間とかもね参考にしてもらえたらいいのかなと思っています。早速やっていきましょう。そしたらまず掃除機でゴミとか、砂とかですね、そこら辺ざっくり吸っていきたいんですが、洗車場とかにも掃除機あると思います。洗車場とかに行って内装をきれいにしたいなっていう方はこういったちょっとしたものですね、ポケットとかに入ってるようなそういったものがあれば、これは洗車場に行く前に家のどこかに一旦移動して何もないような状況にしておくと、よりスムーズにね作業の方を進められるのかなと思います。自分の車じゃない場合は事前にね物が置いてある状態で写真とかを撮って、どこに置いてあったかっていうのは一応ね友達の車とかでもやります。同じように戻せるようにねすると、こういったクッション系も移動しておくといいですね。お子さんがいるのでお菓子のゴミとかもあったり、ここにオレオのゴミとかね、これ何かわいいね、うさぎさん。よいしょ。こんな感じで物がない状態で始めるとすごいスムーズにできます。特に洗車場行った時に掃除機も有料なんですよ。物あったりするとそれをなんかどかしたりとか、ここやるのにどかすとか、そういう無駄な時間でお金がどんどん減ってくって考えると、最初から物がなくバーッと掃除機かけられる状態にしておくといいのかなといった感じですね。そしたら続いてフロアマットですね。これを外していきます。よいしょ。そしたら続いてシート関係を一旦一番後ろに下げます。起こせるんだったら起こしてあげる。そうするとこのように普段できないような場所も掃除機で吸えるので、こういう風にね一旦準備するのがいいのかなと思います。掃除機は僕今からちょっと業務用の掃除機で吸ってっちゃうんですが、やっぱね洗車場の掃除機がおすすめかな。個人的にはいろんなね車用の掃除機買ったんですが、あんまねやっぱ強くないので、個人的には内装をがっつり掃除するんだったら洗車場結構デカめの掃除機が置いてあるようなとこに僕は行っちゃうかな。そっちの方が楽です。最初に手で拾えるやつとかは拾ってっちゃいます。
そしたら吸っていきます。掃除機を使って大きめのゴミをね、一旦ざっくり吸っていきました。そしたら続いてシートをですね、運転席側だけでもいいので一番前にします。そうすると見たこともない汚れ、あ、そんなところに汚れいましたみたいなのが出てきます。なのでこれをさらに吸っていきます。例えばシートの部分ですね、ずらしたことによってここに突然汚れが現れました。さっきまではね気づかなかったんですが、突然出てくるんですよ。だからシートは結構移動させた方がいいですね。もちろん前後だけではなく、この背もたれを倒したりとかも、こっち側もありだね。そうするとこっちシートの汚れがまたね出てきたりするんですよ。こういうところね、シートを倒すことによって汚れが出てきたりするので、こういうのもこういう大掃除の時に一気にやってあげるといいと思います。あとこちらですね、ダイソーで購入してきた固めのブラシ、これかなりおすすめです。ソフトとハードタイプのこの両方がついている、こういうのがあるとより細かいところまでね綺麗にできます。例えばこの車あんまなかったんですが、こういったところに枯れ草みたいなね、お子さんが野球とかサッカーやってる人の車だと結構よくあるんですが、これがねフロアマットの下の毛にね絡まったりしてすごい取れにくいんですよ。掃除機でいくらやっても絡まって取れないみたいな時は、100均のこのブラシでささっと吐きながら吸っていくっていうことをやれば、結構端の方とかねこう起こしながらやってあげる。で欠点としてはね、この毛がワサワサになりやすい。この車結構毛がね浮いてるんですよ。浮いてるっていうか整ってない感じがある。これで櫛的な感じで整えるのありっちゃありなんだけど、そこは唯一欠点、ちょっと注意してもらいたいところかな。けどこう端の方、ほんと草だけじゃなく小石みたいな砂みたいなやつかな、もうこう浮き出てくるので、このブラシはね結構1個持ってていいと思います。はい、そしたら続いてフロアマットをやっていきます。フロアマット結構厄介で、水浸しにしてシャンプーでガシャガシャ洗うのもいいんですが、これ洗車場とかだとなかなか難しい。乾くのにも時間がかかる。特に冬場なので1日2日ね乾かさないといけなかったりするので、そこで僕がおすすめしたいのはこちらですね。ハンディクラウンのフロアマット用のブラシっていうのがあります。でもちろんねこれシャンプーかけてブラシでこう洗うこともできるし、ホコリとかをこう払うこともできる。で何がいいかって、この棒ですね、はたくこともできるんですよ。これをこうやってはたきはねかなり有効です。手に持ってこうはたく、それだけで砂落ちてくるし、ホコリも浮き上がってくるのでめちゃめちゃおすすめ。棒もねかなりしっかりしてます。これいい。この砂がね入り込んでんですよ。なんか洗う前にはたくっていうのもすごい重要です。じゃないと洗った後乾かしてたりすると、そこから砂出てきたりするんですよ。めっちゃ出てくる。このように浮いてきた茶色い砂っていうのは結構軽いので簡単に吸い取れます。例えば飲み物をこぼしましたとかなったら洗えばいいのかなとは思ってます。フロアマットはね本当に乾かすのが大変なので、洗う時は注意が必要ですね。はい、そしたら続いて水拭きをしていきたいなと思うんですが、バケツに水を溜めました。クロスはコメリのクルザードマイクロファイバークロス50枚入りってやつがあるんですよ。これめちゃめちゃおすすめです。1枚が30センチ角の大きさで、もう使い捨てのクロスになります。こういうのを使って汚れを拭いていくっていう作業をしていきます。水はね溜めておくといいですよ。で僕はもう寒いのでお湯使ってます。 Amazon で購入したヒーター。いやこれ注意が必要で、結構すぐ温まるんですが、これ自体が電源入れっぱなしだとめちゃめちゃ熱くなるので、使い終わった後とかは注意した方がいいですね。適当にそこら辺に家の中置いちゃったりすると本当に危険です。冷ましてから室内に入れるか、火事にならないようなところに置いといてください。基本的にはこういった樹脂周りですね、こういうところを拭いていきます。汚れがひどい場合とか、あとなんかツヤを出したいなみたいな場合、おすすめしたいのはこれ過去にも紹介したことあるんですが、ブードゥライドのオールサーフェスリテーラー。これ新しくなって匂いもなくなったのでおすすめです。これちょっと泡っぽく出てくれるので汚れも浮かしてくれると。こういう樹脂周りね綺麗にしていきます。
この段階で僕はもう裸足っていうか靴下の状態で乗ってもいいぐらいにこの辺は綺麗にしておきたいなと常日頃思っております。こんな感じで周回りをバババババッと綺麗にしていっちゃいます。この商品紹介してたのいつだっけ？もうかなり前なんですが、それを未だにね僕は現役ですね。結構ね独特な匂いで嫌いな人もねいたんですけど、匂いもなくなってすごいいい感じです。帯電防止効果がね、ほこりつきにくくなるのですごくいいですよ。泡で汚れを浮かしつつ、最初やった時あんま泡出なかったけど、距離なのか結構すぐ泡が消える感じですね。ずっと持つっていうよりかはこうすぐ消えていく感じ。ツヤもそんなギラギラしてない、いいですね。コメリのタオルはもうほんと50枚も入ってるので、使い捨てとしてもうどんどん変えていけるので、そこがとてもいいですね。特にナビ周りとか結構おすすめ。この商品は結構静電気でホコリつきやすいんですが、汚れも落としてくれるし、その後静電気つきにくいので帯電防止効果でホコリがつきにくいので、パネル周りとかねすごいおすすめ。この辺は結構綺麗ですね。あとピアノブラックのとことかね、掘りつきやすいから、こういうところもすごいおすすめです。こういうところは直接スプレーするのではなく、タオルにつけて拭いてあげる。ボタン周りとかはね、スイッチ関連をそういう風にしてあげた方がトラブル起きにくいのでおすすめです。で、一発鼻拭きとか入れてあげるとよりいいですね。あとこの辺のペダル周りですね。この辺は先ほど使ったこの汚れているクロス、ここに歯ブラシ、あとは霧吹き、これただの水ですね。それとただカーシャンプーを希釈しただけの霧吹き、これを使うといいですね。軽く絶えないぐらいに湿らせてあげて、タオルを押さえながらカーシャンプー希釈したやつを吹きかけます。ここを歯ブラシで中を洗っていく。こんな感じ。終わったらただの水の霧吹き、これで流してあげる。ほんと垂れないぐらいでやってあげてください。そうすると結構綺麗になります。またどうせね踏むから汚れるんですが、なんかやっておきたいみたいな感じですね。まあ水拭きとかでもいいと思いますけど、溝のところに汚れが溜まってたりするので、ブレーキの方はね結構溝が深いんですが、アクセルの方は浅いので、これ水拭きで終えちゃってもいいですし、それだけでこんな綺麗になります。サイドブレーキいきますか。こんな感じ。表面はね綺麗になるんですが、このギザギザのところがなかなか綺麗にならないので、歯ブラシとても有効的です。この時にまた他の汚れとかを見つけたりするので、僕で言うと今見つけたのがここですね。こうやってなかったわ。このペダル周りは基本的には艶出し効果のあるようなものは使わないでください。理由としては滑っちゃったりして運転に支障が出る可能性があるから、水拭きとかでも全然いいと思います。なんならこれぐらいだったらやんなくてもとは思うけど、こんな感じです。はい、そしたら続いて窓ガラスですね。窓ガラスもいい感じに汚れております。子供がいるのでどうしてもね窓ガラスペタペタ触りたくなっちゃったりするんですよね。そこでのお掃除なんですが、まずは窓ガラスを開けます。これぐらいでもいいので、入り込んでる部分ね、そこも拭きたいので開けると。使うのがガラスクリーナーですね。これストナーのインビジブルガラス、もう何年も前から僕はこれを使っています。なんとなくね気づいた方もいると思うんですが、結構ね洗車用品も新商品は出るけど進化はあんましてないって僕思ってて、してるやつもあるんですが、そんな劇的な進化はない、これでこと足りるなみたいな商品が結構多いです。ガラスクリーナーもねそのうちの一つだと僕は思っております。手で触った跡とかがいっぱいあるので、こういうのはただ水使うよりかはクリーナーを使った方がいい。使うクロスはこのワッフル地のクロスですね。マイクロファイバークロスだと静電気で毛がつきやすいので、ワッフル地のやつを使うとすごく綺麗に仕上がります。クロスにクリーナーをつけてもいいですし、吹きかけてもいいです。これだとね結構飛び散るので、クロスにつけてあげた方がいいと思います。
という感じですね。ガラスクリーナーは基本的にどれも揮発性の高いものが多いので拭き筋にはなりにくいですね。こんな感じで、まだ汚れてるの分かります？これはもう外側の窓ガラスが汚れているので気にしません。内か外かどっちかやった時に汚れが内側なのか外側なのかっていうのが分かりやすいです。内側をきれいにしておけばね。こっちとかもすごい汚い。内窓ってね結構汚れるんですよ。下げた窓は上げます。で下側を拭いてあげると。でタオルも基本的には1枚でいいと思うけど2枚ぐらいね用意してあるとベストかなっていうのも、内窓って結構汚れてるのでタオルが汚れてきちゃうんですよね。パッと見汚れてなくても汚れてきちゃうので、そうすると汚れをね引きずる。でまたちょっとギラってなる時とかあるので、いつまでも拭けないなって思う時は新しいクロスを使ってあげてください。でこれでもねやっぱそのギラついてるように見えますよね。これは基本的に外側の汚れです。今回内装編なので今ここで外側をやるかどうかのところなんですが、一応見せておきましょうか。汚れがひどい場合は汚れを取る用のクロスを用意してあげて、今ちょっとざっくりいっちゃいますが、後でね洗車するのでその時にいろいろお見せしようと思ったんですが、油膜除去とかもねしたいので、一応中はさっきので綺麗になりましたよっていうのをお見せしたいなと。外はね結構油膜がついてますね。ギラつく場合は仕上げ拭きをしっかりしてあげる。どうですか？結構綺麗になったと思うんですが、まだ上の方ね、中じゃないよね。中の可能性あったな。ここ失礼しました。中でしたね。これは油膜除去をすればもうちょっと綺麗に取れるかなといった感じなんですが、最初に比べてかなりクリアになったと思います。後ろと見比べると全然違うね。こちらですね。どうしても砂ぼこりだったり、あと空気が入ってくるのでそこに油分とかもあったりするんですよ。そうするとこんな感じで放置すれば汚れていきます。できればね僕もねかっこよく一発で仕上げたいですよ。けどね結構難しい。どんなパーツでも内装に限らず、特にホイールとかはね一発で綺麗になることなかなかないんだよね。なので何回か拭いて自分の目で見るのがね一番ですよ。見る角度によって、例えば僕が見てる角度だと今結構綺麗になってるんですが、カメラをねパッと覗いた時にやっぱ光当たる角度っていうのかな、ギラつきがね見えてなかったりもするんですよ。黄砂すごいね。外側いくらね揮発性高いって言ってもやっぱ汚れてるクロスだとギラつきやすい。あとは外ですね。これはこの車は軽自動車なので、フロントガラスは比較的手が届きやすいので施工しやすいですね。めちゃめちゃやりやすい。でフロントガラスとか特にダッシュボードとかにこのガラスクリーナーつけたくないので、直接っていうよりかはもうタオルにスプレーして拭いてあげるといいですね。大きい車とかで手が届かない場合はストナーのリーチ&クリーンツールとかを使ってあげれば届かないところも拭きやすいです。で操作性の話でいくとやっぱ直接手で拭いた方がね楽なので、届く場合は手で拭いてあげた方が楽に綺麗にできると思います。最後シートなんですが、シートはね理想はお湯かな、ぬるま湯でもいいのでタオルをつけてあったかい絞ったタオルで、特にこのファブリックっていうこの布系のシートはこういう湿らせたクロスで軽く拭いてあげるくらいでいいのかなと思ってます。リンサーとかねあるんですが、それやると1万円とか機械だけでするし、あと結構びちょびちょになっちゃったりしてすぐ乗れなかったりするので、軽く湿らしたクロスで拭いてあげる程度で一旦いいのかなとは思ってます。どうしても落ちないようなシミがある場合はバカ落ちルークリー洗剤っていうね、これ僕好きすぎて4リッター買っちゃったんですが、これももう何年も前に1回レビューしてるんだよね。その動画見てもらいたいんですが、例えばコーヒーとかジュースとかこぼしちゃったようなシミとかは希釈してシートに吹きかけて使ってください。であとはもう叩きながら汚れを落としたり、あとはブラシもついてたりするのでブラシで叩いてこすりながらやってあげるとそういったシミも取れたりします。この車は比較的そういうシミはなかったので、ざっくりマイクロファイバークロスで拭いておしまいかな。
はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回は大掃除内装編ということで、車の内装をしっかりめにお掃除してみました。外装に比べてね、そんな汚れてなかったです。シミとかもなかったので、比較的簡単にお掃除できたのかなと思っています。ポイントとしては、マットを取り外して、掃除機で砂とかをもうバーッと吸っていくと。そうするだけでもだいぶ違います。掃除機、かなり重要になってくるんですが、家庭用の掃除機もしくは、洗車場にあるような掃除機が結構吸引力あるので、そちらを僕はおすすめしています。ちなみにね、僕は業務用の掃除機を使っていました。今日ね、なかなか持ってる人もいないので、家庭用もしくは洗車場かな。車の電源取るようなやつ、過去に色々使ってみたんですが、吸えなくはないんですが、やっぱ吸引力が弱いので、ストレスになる部分もあるので、吸引力あるやつがおすすめです。掃除機を使う時ですね。例えば洗車場に行きますってなった時に、洗車場に行ってから荷物をいろいろ移動させたりすると、ほんと効率悪いです。なので、洗車場に行く前に荷物とかはね、すべてまとめて家の中に置いておく。空っぽの状態で洗車場に行くと効率よくね、できますし、あと100円で何分間っていう形なので、経済的かなと僕は思っています。なので、事前準備っていうのはね、すごい重要なのかなといった感じです。ちなみに今回使った洗車用品っていうか、おすすめ用品、一個一個紹介していきたいなと思うんですが、まずはね、こちら、ダイソーのツインブラシですね。これブラシがハードとソフト、両方ついていて、フロアマットなどの毛のところに詰まった砂とか取りやすいので、非常におすすめです。110円なので、1個持っといて損はないのかなと思います。続いてこちら、歯ブラシですね。歯ブラシはね、もう何かと使います。かなり便利です。今回はアクセル、ブレーキペダル、その辺をきれいにするのに使ってみました。これもね、安いので、ワンセット持っといてもいいのかなといった感じです。続いて、ブードゥーライドのオールサーフェススピードディテーラー。金額が3410円。昔はね、モジョっていう名前で売られていたんですが、ちょっと独特な匂いがしてね、今はもう匂いなくなって非常に使いやすいです。そんなね、めちゃめちゃツヤが出るっていうわけではないんですが、帯電防止効果があったり、泡で出てきてくれるので、汚れをね、落としやすかったりするんですよね。なので僕、これもう数年前からずっと使っています。続いて、バカ落ちルークリー洗剤。これ丸得セットっていうのがブラシもついててすごいお得です。4610円と。ちょっと高いんですが、車にシミがある方は、この商品がおすすめかなといった感じです。特にシートにシミもありませんっていう方だったらそこまで必要性は感じないんですが、普通にね、濡れ拭きとかじゃ落ちないようなジュースをこぼしたようなシミとかがあるようだったら、こちらおすすめしています。続いて、シュワラスターマイクロファイバークロスですね。1枚599円。シュワラスターセール結構やってるので、もうちょっと安くなってると思うんですが、それなりに厚みもあるので、比較的使いやすいです。内装なのでがっつり汚れるっていうことはないんですが、汚れが落ちてるかどうか確認するためにも僕は結構白いクロスを使っています。続いてストナインビジブルガラス。これガラスクリーナーですね。これももうずっと長く使ってますね。ガラスクリーナーもいろんな種類あるんですが、実際のところこれで事足りてるといった感じです。速乾性も高いし、どこにでも売っているというところで、金額は1000円とそんな高くないし、非常に使いやすいです。とてもおすすめです。それに使うクロス、ガラス用のクロスなんですが、僕はオートブライトダイレクトのマリンガラスタオル、これも結構長く使ってますね。ワッフル地のタオル、金額がね1280円。クロスにしては高いんですが、結構長く使えるので、ガラスにしか使えないんだけど、マイクロファイバークロスだとどうしても静電気でリントっていう細かい毛みたいのがねついちゃうんですよ。なので毛が出ないようなこのワッフル地のタオルっていうのはすごいおすすめしてます。ガラス向きです、本当に。他にもワッフル地のいろいろあると思うので、高いなと思った方は他のやつ探してみてもいいのかなとは思います。続いてストナーリーチ&クリーンツール。これはフロントガラスとかね届かない場合、特に下目ですね、届かない場合に使うとおすすめです。これについて付属のクロスっていうのも専用品なんですが、ワッフル地のクロスになっているので、これもリントが出づらい、毛がつきにくいのですごく使いやすいです。
金額は1618円。1500円以上するので、なる人もいるかもしれないんですが、手が届くんだったら手でもいいんですよ。でもどうしてもね、ワンボックスとかだと届きにくかったり、今回軽自動車だったので、比較的簡単に手でね、拭けちゃったので、あまり必要性はなかったんですが、拭きづらいなっていう方はこういったツールもあるので、検討してみてください。あとはカンディクラウンの B&Y フロアマット用ブラシ。これね、結構いいですよ。フロアマットを叩くのにもいいし、ブラシとしてもね、使えるので、フロアマットね、一回洗っちゃうとほんとなかなか乾きにくいので、個人的には叩いたりして吸いながら簡易的にお掃除するのがおすすめ。どっちみちまたね汚れちゃうので、がっつりやりたい人は洗ってもいいけど、僕はね結構2日3日持ち越したくないんですよ。フロアマット乾くのにほんと2日ぐらいねかかったりするので、個人的にはこういったブラシだったり、布団叩きだとちょっと弱すぎるかな、こういった棒状のやつ、こういったのがすごいおすすめで、最後投げ込みヒーターですね。お湯を作るための投げ込みヒーター。よく家からお湯持ってくればいいじゃんとかも言われるんですが、家からお湯を持ってくるってなると結構量が限られてたりするんですよ。なので普通に洗車前とかにバケツに水汲んでこれを投げ込んでおくだけで温まるっていうのは個人的には楽で、この季節欠かせないかなと思っています。注意点としては、電源入れたまま放置しないだったり、使い終わった後熱い状態で家に放置しない、あと直接触ったりとかもかなり熱くなるので、そこはね注意点ですね。お子さんがこう引っ張って触っちゃったりしたら本当危険なので、そこら辺は注意してもらいたいんですが、便利は便利です。僕は本当冬場欠かせないアイテムだなと思っております。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。年末にかけてね、車を一掃したいなと思ってる方もいると思うんですが、個人的には効率よくですね、荷物を先に排除しておく。これが一番重要かなと思います。自分に合ったね、アイテムをまた買ったり。内装はね、そんな商品的に点数はないんですが、今回使ったやつは僕が今まで使ってみて個人的にいいなと思ったものなので、ぜひ参考にしてみてください。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。